皆さんこんにちは、こんばんは。ヘロー、アンニョン、猫です。今日はね、日本人の名前の深すぎる意味についてお話ししていきます。前回の日本語講座では漢字には一つ一つ意味があるっていう話をしましたが、実は日本人はね、その意味を組み合わせて願いを名前に込めます。例えば光なら明るい人生をとか、貝なら広く大きく育ってほしいとか、リアルでもね、漫画でもアニメでも名前にはね、意味がぎっしり詰まっています。そして今回もオタクの強みを生かしてね、ゆるーく解説していきますよ。名前の意味を語るならね、ヒロアカは本当に最高の教材なんでね、ヒロアカ好きはぜひ最後まで見ていってください。では早速語っていきましょうかね。日本人の名前ってね、名字と名前で形成されてるんですが、名字、名前の順で表記するのが一般的です。そしてここがね、海外と大きく違うところなんですが、日本では親しくない間柄では名前ではなくて名字で呼ぶのが普通です。例えば木村花子という名前の人がいるとします。木村が名字で花子が名前なんですが、会社とかでね、花子さんとは呼びません。名字のね、木村に継承のさんをつけて木村さんと呼ぶのが普通です。これはね、丁寧さとか距離感とか礼儀を保つための文化なんですね。韓国とかだとね、キムとかパクといった名字が多いようなんですが、日本でもね、木村、斉藤、高橋、佐藤、鈴木あたりはね、たくさんいます。だから職場でもね、佐藤さんって呼んでも、花子さんの方、太郎さんの方みたいな混同がね、よく起こりますね。そういう時はね、あえて佐藤さん2人いるから花子さんって呼んでねとかって言ってもらえる場合がありますね。でも基本的にはね、名字とさんで呼ぶのが一般的だし、失礼がない呼び方になると思います。では実際にね、人の名前を見ていきましょうか。僕のヒーローアカデミアの主人公緑谷出久、私も好きなキャラクターですが、名前を分解してみるとね、緑、谷、出る、久しいというね、4つの漢字でできています。で、特徴的なのが緑。デクくんのね、イメージカラーはここから来てるんじゃないでしょうかね。緑色を意味する漢字です。で、この出ると久しいという漢字で、いずくとも読めるし、実はデクとも読めるんですよ。ここからはね、私の推測なんですが、日本語にはね、デクノボーっていう言葉があって、役に立たない人とかね、使えないやつっていう意味なんです。おそらくデクが無個性で能力社会においては使えない存在だったことと重なりますよね。まさにデクノボーみたいな存在だったわけですよね。だから多分デクっていう音にいずくっていう漢字を当てたのかなと。もちろんこれはね、堀越先生に聞いてみないとわからないし、公式の見解ではないので、一オタクの考察と思ってほしいんですけど、でこれをね、今度出ると久しいという漢字で見てみると、実は長く出るとか先に出るみたいな意味もあったりするんですよ。つまり最初はデクノボーのように無個性だった少年が、頑張れって感じのデクとしてね、やがて前に出る存在になっていく。このね、名前の構造そのものがね、デクの物語とリンクしてるんじゃないのかなって思ったりするんですけど、これがね、今回ヒロアカをね、教材にした理由です。名前の意味とキャラの成長がね、ここまで綺麗に重なる作品ってなかなかないと思います。この名前の意味っていうのは各キャラクターに本当によく現れていて、かっちゃんこと爆豪勝樹、もう見たまんまね、爆発爆破を連想させる感じなんですよね。爆発する家系、爆発する個性、爆発する性格、全部つながっているような。でね、名前のね、勝樹の方がね、己に勝つという字になってるんですよ。
常に己を超えていくプルスウルトラをね体現しているような名前ですね。かっちゃんの生き方そのもの。さらにね轟章と、轟はね、ものすごく響くみたいな意味なんですが、章はね焦がす、とはね凍てつくという意味で炎と氷を表していますね。すごいよね。こんな風にねヒロアカはね漢字の意味を見ていくとキャラクターの個性とか性格、物語のテーマがね名前にしっかり仕込まれている作品なんですよ。ちょっと日本的にはねダジャレみたいな感じもあるんだけど、堀越先生天才だよね。でもね実は日本の漫画ってねキャラクターの名前の意味をものすごく考えてつけてる作品がね本当に多いんですよ。例えば銀魂のね坂田銀時、私も好きなキャラクターです。銀時という名前の由来はね銀髪の侍に、時代の時をかけているっていうのが一般的な説なんですけど、銀色の時代を生きる侍みたいなニュアンスにも取れますよね。でも実はね日本の昔話のキャラクターでね金太郎っていうキャラクターがいるんですよ。この金太郎がね成人した時の名前が坂田金時と言われていて、銀さんの名前はねこの名前を少しもじったような印象がありますね。で金時っていうとね日本ではね甘い食べ物とか豆とかにねつける名前だったりして、実は坂田金時の方が甘党のキャラクターとしてはねしっくりきていたかもしれない。実際にね金時になっちゃった回がありましたよね。ただ金時にしちゃうとね名前がね金玉になっちゃうから、銀玉の作者的にはね多分ありだと思うんですけど、ファン的にもありだけどね、ただねいろんな大人の事情があるんで銀の方を採用したんじゃないかなって思ったりしますね。でもね私は銀さんは銀で正解だったと思うな。銀髪の侍っていうビジュアルにも合うし、銀玉っていうねタイトルの響きも最高だなと思います。それからね女性陣がね大好きなセーラームーン、これもね日本人的ネーミングセンスがバリバリに詰まった作品なんですよ。セーラームーンはね月のプリンセスっていう設定なんですが、月ってねクレーターの模様があるじゃないですか。昔からね日本ではウサギが餅つきしている形に見えているっていう話があって、月とウサギって結構関連付けられてるんですよ。そこで思い出してほしいのがねセーラームーンの名前ね月のウサギでしたよね。月プラスウサギ、もうね名前だけで月のプリンセスが完成している。しかもねうさぎはね漢字のうさぎじゃなくて絶対ひらがな、可愛さ重視のね日本的センスですこれは。でセーラー戦士はねみんな名字に惑星の名前が入ってるんですよ。火星のセーラーマーズは日野レイちゃん、水星のセーラーマーキュリーは水野亜美ちゃん、こんな感じでね惑星の名前とリンクしてます。でタキシード仮面はね一応地球の王子様という設定なので、千葉守るとすごいよね。でリアルではねもっといろいろな願いを込めて名前が付けられます。わかりやすい例で言うとさくらちゃんとかね可愛らしい名前あるんですけど、もしかしたら桜みたいに綺麗な心を持っていてほしいとか、桜みたいにね可憐な子になってほしいとか、漢字だけじゃなくてあえてひらがなの名前にしたりカタカナの名前にしたりもするし、名字とのね響きを考えたりもします。空城城太郎と空城城だったらさ絶対に空城城太郎の方が響きがいいですよね。こういうね音のバランスも日本の名前ではねすごく大事ね。意味わかんないよね。でもねほとんどの日本人の名前や日本の漫画やアニメのキャラクターは名前に由来を持っていて特別な意味や願いが込められています。日本語の言葉の意味とか漢字の意味を知るとこういう名前の背景をねなんとなく想像できるようになるので、より作品を楽しむことができますよ。ということで今回のワンポイント、私のユーザーネーム
猫はね、前回も言ったんですけど、猫のことなんですが、実はこの名前もね、猫好きというところから来ています。リアルの名前とはね、全く関係ないです。ネット上ではね、家族の話をするときも、長女はうさぎちゃん、次女はコリスちゃんみたいにね、リアルと結びつかないように動物でイメージを作っていたんですよね。だから私はね、猫が好きなので猫にしたというわけです。結構ね、適当につけた名前なんですけど、意外と呼びやすいし、ローマ字にするとね、猫でちょっとおしゃれなのでね、気に入ってます。こんな風に日本人が考える名前ってリアルでも漫画やアニメでもね、いろんな意味合いや願いがね込められていて、しかもそれがね伏線みたいな感じでね、普段は前面に出てこない。そこがまたね素敵だなって思います。なんとなく日本人はね、この人の名前はこんな意味があるのかなみたいなのをね想像したりもするんですが、そういうはっきりしない余白の部分もね、日本のネーミングセンスの魅力なのかもしれません。もしね、このキャラの名前ってどんな意味があるのみたいな疑問があったらね、ぜひコメントしてください。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ、素敵日本おすすめ隊プレゼンツ、犬はポチで猫はタマという謎でした。したっけね。